今回の動画は内容に入る前に価格の部分からお話ししていきましょう。これは2021年に発売された富士フイルム XE4 です。当時の販売価格は約10万円程度でした。こちらが新しく開発発表された XE5 です。価格は22万4000円前後とのことです。新しく発売となる 23mm f2.8 のレンズキットの組み合わせで X100VI と同程度の価格設定となります。同じモデルのカメラの世代が変わることで倍程度になる価格設定は誰もが驚くことだと思いますが、ただある意味もう予想できていた方も多いんじゃないでしょうか。確かにカメラ本体の性能は素晴らしいです。第5世代の最新プロセッサーと約4020万画素の高解像センサーの搭載、被写体検出 AF はもちろん最大 6.2K の動画撮影やボディ内手ブレ補正を実現しました。ボディデザインも非常に使いやすくなり、新たな撮影体験も提供されます。今回も徹底的にレビューしていきますが、結論から言うと従来のカメラに比べて特別便利なカメラではありません。このカメラは撮影体験自体を楽しむ、写真動画撮影そのものに価値を置くカメラだと思っています。このカメラに約20万円という価値を持たせた富士フイルムのこだわりは一体何なのか。デジタルカメラ市場の中でなぜこれほど人気があるのか。僕自身のこれまでの富士フイルムカメラの使用体験をもとにこのカメラについて研究し尽くしてきました。今回は香港を舞台に僕たちがこのカメラで知った全てをお届けしようと思います。富士フイルムはどの時代でも自分たちらしさを貫いてきたメーカーです。レトロでクラシカルなこのデザインは今や若い世代からも支持を集め、2025年現在各社がフィルムカメラを模倣したデザインを競うように展開しています。でも富士フイルムのカメラは見た目の懐かしさだけで語ることはできません。どんなに懐かしいデザインだったとしても、ファインダーを覗いた瞬間、シャッターを切った瞬間、その一瞬一瞬にテクノロジーを強く感じてしまうと、撮ることの楽しさが少しだけ剥がれてしまうような、そんな気がしているんです。富士フイルムが大切にしているのはまさにその一瞬一瞬であり、だからこそどのモデルでも一貫したカメラ作りができるんじゃないかと僕は思っています。富士フイルムは X シリーズのブランドタグラインを愛おしさという哲学と定めました。カメラを通してこだわることの豊かさを味わう。富士フイルムはその感覚を愛おしさと定義しています。もちろん僕自身は他社のカメラをたくさん使用しているし、これからも使っていくと思います。でも自分の心が動いた瞬間を思い返すと、富士フイルムカメラを使っていた場面が多かった気がしています。やっぱり富士フイルムのカメラには心を揺さぶる何かがあると思うんです。その何かの正体はものづくりを知ることで見えてくることがあります。だからまずは富士フイルムのこだわりが最も現れるカメラデザインから見ていきましょう。XE5 は軍艦部、底面プレートともにアルミの切削工程で作られています。これは X シリーズ初のボディデザインであり、 GFX100RF と同じでとても高級かつエレガントな仕上がりになっています。手にした瞬間、金属特有のひんやりとした手触りを感じることができます。富士フイルムはこのように語っています。カメラは単に写真を撮るための道具ではない。アルミから手間暇をかけて丁寧に削り出されることで魂が宿ると。それは XE5 も同じです。ストラップ金具やホットシューまでアルミ製でできています。このアルミ切削の恩恵は質感だけでなく、 XE4 から手ブレ補正が搭載されていても 420g に抑えられており、ちょっとした重厚感が使う喜びにつながっています。ただ人によってはここが負担と感じてしまうのも理解ができます。さらに注目したいのは軍艦部に刻まれたロゴ。これはプリントではなく全て削られています。経年劣化で剥がれてしまうようなプリントではなく、削るという工程を選ぶことで長く愛用してほしい、そんなメッセージが力強く伝わってきます。この刻まれたロゴの隣には新たなフィルムシミュレーション専用のダイヤルが追加されました。このフィルムシミュレーションという機能はただのカラーフィルターではありません。富士フイルムは1934年の創業当時からフィルムを追求してきたようなメーカーで、その歴史と経験の蓄積をデジタルで引き継ぐようにして2004年にフィルムシミュレーションが始まりました。この機能は X シリーズ全機種に搭載されており、今回の XE5 では全20種類のフィルムシミュレーションが楽しむことができます。この XE5 に追加されたフィルムシミュレーションダイヤルには、プロビア、ベルビア、アスティア、クラシッククローム、リアライス、アクロスの6種類と
3種類の好きなフィルムシミュレーションレシピとカスタム登録を割り当てることができる仕組みになっています。ボディ左側には最大倍率 0.62 倍の236万ドットの EVF が配置されています。そもそも XE シリーズが登場したのは2012年で、当時のフラッグシップ機 X Pro 1からハイブリッドファインダーを取り除き、よりシンプルにより軽くという意図で誕生したシリーズなんです。モデルの E というのは EVF の頭文字から取られたもので、それは開発者の方自身も明言していました。つまり今回の XE5 が EVF オンリーの設計を貫いているのは必然とも言えることですし、2019年で止まっている X Pro シリーズにもある意味期待が膨らみますよね。この XE シリーズというのはレンジファインダースタイルを守り続けていて、 XE5 でも EVF はボディの左端に配置されています。この左に寄せられたファインダーを構える姿が撮る人の最も美しい形とされてきたクラシックな構え、懐かしさと美しさが共存する富士フィルムらしいデザインです。実際のところレンジファインダーという言葉はファインダーの位置ではなくカメラの構造を示す名称とのことなんです。ただかつてのレンジファインダーカメラの多くが左側に配置していたため、今ではこのデザイン自体がレンジファインダースタイルと呼ばれているそうですね。富士フイルムはファインダーの役割をこう語っています。3次元の現実を2次元のイメージに置き換えていくとき、その2つの世界をつなぐ通訳のような存在。右目ではファインダーを通してイメージを捉え、左目では現実の世界を見続ける。この両目で見る感覚こそがレンジファインダースタイルの醍醐味です。さらに XE5 にはファインダー体験をより深める新機能 EVF クラシック表示が搭載されました。これはフジカ ST701 のデザインを模倣した表示に切り替える機能で、露出系は針で表現され、画面内には必要最低限の情報だけが表示されます。ただこの表示は背面モニターでは使えず、 EVF を覗いている時にだけディスプレイバックボタンで切り替えが可能です。ここからは XE4 とも比較をしながら新しいデザインについて確認していきます。まずは XE4 で廃止されたリアコマンドダイヤルが再び復活しました。XE4 は足し算をするカメラとされていて、グリップや背面の指がかりが一切ないフラットデザインです。そこにサムレストや外付けグリップを足していくことで撮影者に合わせて完成させるスタイルだったんです。その思想のもと、足し算の自由度を邪魔しないためにとリアコマンドダイヤルもあえて省かれていました。対して今回の XE5 はリアコマンドダイヤルが復活したことや、現状サムレストやグリップの発売予定がないということなので、すでに一つのカメラデザインとしての完成形ということが分かってきます。しかもリアとフロントのコマンドダイヤルはわずか 0.2mm の厚みの違いを設けることで操作感を最適化しています。これにより同じ部品の流用ができず、それぞれが専用の設計となっています。そんなわずかな差にまでこだわるコンマミリの世界での妥協なきものづくりというのはまさに富士フイルムらしいですよね。富士フイルムならではのシャッタースピードダイヤルには XE4 で追加された P モードが引き継がれていて、スナップ機としての性能も備えています。シャッタースピードダイヤルは電源を入れなくても撮影設定を確認できたり、ファインダーを覗きながらでもノールックで調節することを可能にしています。Q ボタンは上面からボディ右側に移動したり、底面のネジ穴がレンズ中央に移動したりと、ユーザーの意見を多く取り入れ改善されたデザインになっています。底面にある Bluetooth ボタンはフィルムカメラの巻き戻しボタンの位置に配置しているそうで、ここにも富士フイルムのこだわりが伺えます。約104万ドットの背面モニターは180度のチルト式を採用していて、ボディと完全にフラットになる設計になっています。これは X100 シリーズが採用してきたフラット固定式の美学を継承しながら、可動性とデザイン性を両立させるために設計されたモニターデザインで、反転させることにより自撮り撮影にも対応、タッチシャッターも搭載されています。XE5 の表示 UI は3パターンのみととてもシンプルで、撮影に集中できる構成になっています。端子類についてはマイク入力、USB-C、マイクロ HDMI となっていて、記録メディアは UHS-2 に対応した SD カードスロットが1つ、バッテリーは NPW126S を採用しています。バッテリー 100% の状態から 6K30fps H265 422 10bit 200Mbps で連続撮影をした場合、38分56秒で熱停止によりシャットダウンしました。XE4 には高音設定がなく、4K30fps での収録は14分24秒で停止する結果となっています。さらに XE3 までは前面に配置されていたフォーカスモード切り替えダイヤルが XE4 で一時廃止されていました。しかし XE5 でスライド式スイッチとして復活しています。これにより撮影スタイルに応じた素早いフォーカス切り替えが可能になっています。そして X100 シリーズでおなじみの前面レバーが XE5 にも搭載されています。カスタムファンクションとしても機能し、デフォルトではテレコン機能の 1.4 倍、2倍に割り当てられています。
細かく見ると真ん中の押し、レバーの引き、長引き、レバーを押し倒し、長押し倒しの計5つのファンクションとして機能を割り当てることができます。例えばデジタルテレコンの選択やアスペクト比の変更、一目 F のオンオフなどを割り当てるととても便利に使えました。純正ストラップはロープタイプとなっています。これは GFX100RF でも採用されていたストラップで、カメラをアクセサリー感覚で持ち歩きたくなる、このあえて控えめなデザインがすごく特徴的です。さあ、ここまで紹介してきた XE5 のデザイン、カラー展開はブラックとシルバーの2色になっています。このどっちを選ぶかというのを悩むのも富士フィルムカメラの魅力ですよね。そんなデザインを追求して完成された XE5、富士フィルムはカメラボディのデザインだけでなく、カメラとしての性能やソフトウェアの面でも撮影体験を提供してくれています。それではここからそんな XE5 のスペックや仕様について詳しく見ていきましょう。イメージセンサーの向上、これも XE4 から大きくアップグレードしたポイントです。XE4 の2610万画素から4020万画素の裏面照射型センサーになりました。XE5 は高画素化したことにより 1.4 倍と2倍のデジタルテレコンを使うことができます。僕が今回一番使用したレンズは 23mm の新しい単焦点レンズで、フルサイズ換算で約 35mm 相当の単焦点レンズとなります。換算 35mm というのはポートレート撮影でもう少し寄りたいという時があったので、このデジタルテレコンによる表現幅の拡大にはとても助かりました。そして最大秒間8コマのメカニカル連写、電子シャッターでは最大秒間20コマをサポートしています。さらに被写体検出設定による人物の顔、瞳、動物、鳥、車、バイク、自転車、飛行機、電車、昆虫、ドローンを検出することができます。さらに新アルゴリズムによりブレを抑制する進化したジャイロセンサーを搭載することで、最大で5軸7段の補正能力を備えています。XE4 にはカメラ内手ブレ補正が搭載されていなかったため、比較してみるとこれだけの差を感じることができます。動画性能は最大 6.2K30 フレーム 42210 ビットの内部記録を可能にしていて、 4K60 フレームやフル HD240 フレームなどのスローモーション撮影にも対応しています。さらに動画のビットレートを自分で幅広く設定することができます。最大 200Mbps から最小 8Mbps まで調整可能になっていて、シーンやストレージに合わせて柔軟に調節できるというのは非常にありがたいところです。一応今回も F-Log2 にも対応していますが、最低 ISO が1000からとなってしまうこともあり、やはりノイズが目立つ印象です。なので個人的には動画撮影時においてもフィルムシミュレーションを使った撮影をお勧めしたいです。これらは X106 にも通ずる機能ではあるのですが、新機能として今回からフィルムシミュレーションレシピを登録することができるようになりました。これまでカラークロームやグレインエフェクト、トーンカーブなど細かいレシピはワンパターンしか登録できず、フィルムシミュレーションごとにレシピを一つ一つカスタムするのはやや大変でした。この XE5 では3パターンの FS レシピを登録することができるようになったので、 JPEG 取って出しでそれらをさらに楽しむことができるようになっています。フィルムシミュレーションにこれらの様々なエフェクトや設定を掛け合わせると、なんと690兆通りにもなるんです。今回の香港では写真動画ともにフィルムシミュレーションとそのオリジナルレシピのみでも撮影をしてきたので、その作例をご覧ください。4020万画素の裏面照射型センサーというのはただただ高解像なだけではありません。 XE5 に搭載されている X トランス CMOS センサーというのは富士フィルム独自の 6×6 非周期カラーフィルター配列を採用しています。一般的なデジタルカメラが使っているのはベイヤー配列という 2×2 の構造ですが、 X トランスはそれとは異なりランダム性を持たせた配置になっていて、これによりモアレや偽色の発生を抑制することができます。その結果、光学ローパスフィルターが不要となり、レンズ本来の解像力をセンサーがそのまま引き出せるような構造になっているんです。この配列の思想こそが富士フィルムのカラーサイエンスの土台となっていて、ここからカラーサイエンスの表現力につながっていきます。まずはグレインエフェクトです。近年はこの粒子がもたらす懐かしさが流行っていて、編集ソフトやプリセットで目にする機会が増えてきましたよね。
ただそれらは写真全体に粒子を重ねているだけで、実際にはフィルムの粒子とは異なります。富士フィルムのグレーンエフェクトはただ粒子を足していくのではなく、X トランス CMOS センサーのランダム性を持たせたフィルター配置によってノイズの出方までもがどこか自然で、むしろ美しく感じてしまうことができるような仕組みになっています。まるで本当のフィルムで撮ったかのような流浄感、センサー設計から考えられて出ているフィルムの質感というのは、フィルムを作ってきたメーカーならではのこだわりを感じることができます。そしてもう一つ印象的だったのがカラークロームエフェクトなんです。このカラークロームエフェクトの発想の原点には、富士フィルムが2004年に数量限定で発売したリバーサルフィルムフォルティアの存在があります。当時は異常なほどの高彩度なフィルムだったらしくて、特に赤や青の色域で高彩度域でもしっかり階調を保っているのが特徴でした。このフォルティアの表現力をデジタルで再現しようとして生まれたのがカラークロームエフェクトなんです。だからこそ派手に見せるための演出ではなく、色に深みがあって余韻を持たせる。カラークロームエフェクトもフィルムを作ってきたメーカーだからこその発想から来ていて、現在も多くの富士フィルムユーザーから支持されているエフェクトです。このようにフィルムシミュレーションを元にした独自のレシピを楽しんでいるという富士フィルムユーザーは、富士 X ウィークリーというアプリでレシピを共有し合ったり、今回のような690兆通りにもなるようなカラー表現を楽しむことができるのです。そして富士フィルムカメラは画像記録方式を JPEG ではなく HEIF にしておいた方が撮影はスムーズです。 JPEG の場合、シャッターを切ってから数秒間保存の時間を要します。 JPEG の方が互換性は優れていて、使用環境によっては HEIF 非対応の場合もあったりするので注意は必要ですが、 HEIF の方が圧縮性に優れていて、より高品質にスピーディーに撮影することができます。ロー現像せずに取って出しで楽しみたい方は HEIF で撮影することも僕はお勧めしたいです。このようにフィルムを作ってきたメーカーならではの発想と技術が進化したデジタルならではの表現、これらを融合させてユーザーに撮影体験そのものの価値を提供してくれるのが富士フィルムです。ここまでで XE5 や富士フィルムというメーカーがどのような歴史や思想なのかっていうのが分かってきたかと思います。しかしやっぱり使えば使うほど、この XE5 も従来のカメラのようにとにかく打率を上げて撮影者が楽に撮れることをサポートするような思想ではないと感じてしまいます。使用していて気になる点についても伝えていこうと思います。まずモード切り替えダイヤルはモードを変更するボタンというのがありません。絞りリングを操作してシャッタースピードをオートにすれば絞り優先モード、逆にシャッタースピードダイヤルを操作して F 値をオートにすればシャッタースピード優先。これが両方ともマニュアルだったらマニュアルモードというような設計になっています。動画撮影モードに切り替える際もドライブデリートボタンから一番下の動画モードにアクセスをして変更することになります。この時少し長めのブラックアウトも入るので、モード切り替え時に多少のもっさり感も感じてしまいます。これらのポイントは初めて富士フィルムカメラを使う人や初心者の方にとっては少し難しいと感じてしまうようなポイントかなと思います。そしてファンクションボタンも比較的少ないです。 XE5 にはカスタムできる物理ボタンの数自体は限られているので、機能や操作性を重視したカメラに比べると不満を感じてしまうかもしれません。ただ前面レバーでの5つのカスタム性や富士フィルムならではの9ボタンは用意されているので、最大16マスのカスタムメニューをうまく活用すれば特に問題なく撮影することができます。また EVF の解像度は決していいとは言えません。撮影体験を重視し光学ファインダーを搭載しない EVF のみの撮影スタイルにしては、ファインダー自体の完成度はやや物足りなく感じます。倍率も最大で 0.62 倍なのでやや遠く感じるし、アイキャップの構造的に X106 よりも没入感が少ない仕様になっています。そして背面モニターも約104万ドットと、こちらも高解像ではなく価格的に物足りなさを感じてしまうところなんです。ストロボも非搭載なのでフラッシュを使った撮影体験も得られません。 X106 は約369万ドットの EVF、 約162万ドットの液晶モニターと、さらにストロボの搭載というところから、両方経験した自分としてはやはり撮影体験の違いを感じてしまいます。最後はこの XE5 のために新しく設計開発されたレンズについて見ていきましょう。XE5 と同時に XF23mmF2.8RWR が登場しました。アルミでできたこの小型レンズはボディデザインによく馴染むデザイン設計となっており、重量がわずか 90g ととても軽量で、フルサイズ換算で約 35mm という焦点距離でとても使いやすいレンズです。F 値ダイヤルのカチカチという音の感触やカメラボディと同じような手触り、レンズのラバーリングまでシルバーで統一されているこのこだわりは XE5 ともとてもマッチするデザインになっています。唯一残念なのはフォーカスの駆動音がそれなりに大きいところです。動画撮影時にはレンズの駆動音も拾ってしまう可能性があるので注意が必要です。
あともう1個 X106 に付属の 23mm のレンズは開放 F 値が F2 に対して今回の新レンズは開放 F 値が F2.8 となるんですね。僕としてはやっぱりここもやや物足りないと感じてしまう場面がありました。いかがだったでしょうか。富士フィルムはやっぱり他のメーカーと比べて根本的な設計思想が違うように思えていきます。今回の XE5 もスペックや便利さを第一に求めて買うカメラではないかもしれない。先日の X ハーフの登場でもそれをより連想させました。フィルム時代の体験を現代でもデジタルで疑似体験できるということに、自身の撮影体験におけるそれぞれの価値を当てはめることでこのカメラの良し悪しが分かってくるかもしれません。皆さんがこの動画を見てどう思うかは分かりません。価格や生産台数に不満を持つ方も少なからずいらっしゃると思います。ただ富士フィルムさん曰く本当に頑張って生産しているとのことです。これは僕も直接聞いています。日本では言語設定を2言語のみに絞るなどで海外への転売対策なども行われています。在庫状況に関して僕のような一般ユーザーができることはありませんが、一つ言えることとしては、この動画を見て魅力的に感じたら予約開始の時に予約をしてほしい。今の富士フィルムのカメラは好きなタイミングで買えるということを保証できるようなものではないと思っています。一方で国産メーカーがこれほどこだわり抜いたカメラが世界中に注目されているということに僕は勝手ながら誇らしく感じています。おそらくこの動画も日本以外の多くの国々の方々が見てくださっているんじゃないかなと思います。そんなこのカメラを作った開発者の方々たちのトークを富士フィルム X チャンネルで見ることができます。僕も過去に XM5 の開発秘話をインタビューさせていただきました。気になる方は覗いてみても面白いかもしれません。約4年ぶりに登場した XE シリーズ、非常に期待値が高く、開発設計の方々も多大なプレッシャーがあったはずです。ものすごい完成度でした。人生カメラとしても本当に長い期間共にできるような仕上がりだと思います。しかしこのチャンネルを応援してくださる皆さんは率直な感想や意見をコメントに書き込んでください。それでこそまた新たな素晴らしいカメラが作られていくのだと思っています。ということで XE5 のレビュー動画はここまでにしたいと思います。この動画が気に入っていただければ友人や家族にぜひ動画をシェアしてあげてください。富士フィルムを使ったことがないような方でも新たな撮影体験が必ず待っているはずです。機会があればぜひ手に取ってみてください。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。